まあやっぱり車は劣化してます。人によっては分かんないだろうけど、人によっては気になるぐらいの変化はあって、いい方に効いてるところもある。ここかな。一回トラブルでレッカー呼んだことがあります。ちょっとこの話重要で、15000キロぐらいの時に点火系がね、ここに関して言うと快適性は悪化しました。ただハンドリングは自分好みになったっていう、だから別にね今これを変えようとかはないですね。これがね新車から6年ぐらい、今ねもしメンテナンスするんだったら1箇所だけ変えるとすごくねバランス崩す可能性が高い。機能とかにねお金かかってる立派な車とかそういうのじゃなくて、見えないところでどれだけ人間の感覚に合わせて作り込まれた車かっていうのはねめちゃくちゃ重要だと自分は思ってます。本当ね目に見えないところだから。ヒラリーです。どうも。今日はねちょっと涼しげなスタートでね、動画はトヨタのカムリ。この車が新車から7年経ちました。で7年間で起きた変化とかその間のトラブルとか、見た目とかね乗り味、この辺り述べていきます。まずは今外に出てるので見た目で分かるところをいくつか挙げて、その後に走行しながら乗り味の変化とかね今までに起きたことを述べていきたいなと。今ね7年で17000キロ乗った状態です。ということで始めていきます。じゃあ早速ねちょっと外観で大きい劣化具合があるのでそこちょっと映します。こっち寄ってもらえますか。さあ場所はね B ピラー、ここです。もうって感じ。どうかな、映ってるかな。ここね、この艶がなくなってるところがこの表面が剥げちゃってる場所です。もうペリって感じでね、表面の多分塗装か膜だね。これがこんな感じでペリペリ剥がれちゃって、こんな感じどんどん剥がれちゃうね。これがね新車から6年ぐらい経って一番大きな見た目の劣化です。でねこの部分がねちょっとこっち映して、でこの部分がね、自分でやれば多分簡単な部分。ただここをなんとかするためにはこのサイドバイザー、ここをね外さなきゃいけない。これがねめんどくさいんですよ。もうがっちりねピン、そのステイが挟まってその上にこれが固定されてるんですけれども、意外とね再利用できない部品とかあって、ここはちょっとめんどくさい。可能だったらね Amazon とかで売ってるこの上に貼るね、綺麗にする部品をつけてもいいんだけれども、これがねなかなか厄介でめんどくさいから、ディーラーでねこれやってよみたいな話聞いてきたんですけれども、やっぱりねめんどくさくてここだけで8万円かかるんですって。ってことでとりあえず放置してます。じゃあ続きましてはエンジンルーム行きます。今ね開けたところ、この中はねさすがにねいろいろあります。まずはこのダンパー。このダンパーねやっぱり良かれ悪かれだね。最近トヨタ車は採用例減ってきていて、クラウンとかでもねダンパーなかったり、レクサスでもなかったりしてるんだけれども、これはね、7年とか乗ること考えたら自分は、ない方がいいかもしれない。今ね、下がっては来ないです。手離しても一応開いてくれている。もう少し経つと多分ねつっかい棒が必要になってくると思うんですよね。以前の経験からね。で緩くなってくると思ったらすごく渋くなりました。最初から渋くてこんな感じだったんだけど、今手離してちょっと離れたとこ移して、そうこんな感じでね最初から渋かったんだけど恐ろしく渋くなりましたね。そこのこのロッドにシリコンオイルとかグリス塗ったら少しは変わるんだけど、一時的なものかな。このダンパー自体はね数千円のものだから変えてもいいんだけれども、そういったところだね。変えろって話だね。とりあえずね今はすごく渋いです。であとはここかな。一回トラブルでレッカー呼んだことがあります。ちょっとこの話重要で、今ねアップしすぎ今ね17000キロの車体です。17000キロの車体で15000キロぐらいの時に点火系がね、故障しました。トラブルだね。でレッカー呼んだんだけれども、それがね走っていて
1気筒死んでプスンプスン言い出したんですね。でハイブリッドだからエンジン止まっちゃうし、使う回転数を自分で制御できない。でなかなかうまく走れなかった。でそのまま 2,3 分したらもう1気筒がね死んだような感じになって、さすがに4気筒で2気筒死んじゃったらうまくは走れないというか、もうハイブリッドのエラーランプがついて動けなくなっちゃいました。さすがにね15,000キロぐらいでプラグがダメになるっていうのは、常識的に考えて考えにくい。でこの上にイグニッションコイルっつって高電圧の火花を作る大元の電気をね作る場所があるんですけれども、それの劣化っていうのが普通どんな車でも起きる。ただどうでしょうかね、そんな15,000キロで新車の部品が壊れるとは思えない。そうするとどっか大元がもっとね壊れたかもしれない。軽く補足をします。この話しないにしようかとも思ったんですけれども、自分のポリシーに反するのでやっぱり述べます。まずプラグが原因だったのは間違いないです。ただ故障ではなく一時的な不具合だった可能性が高いです。1万キロぐらいでプラグが故障する確率なんていうのは雷に打たれる確率と一緒。それが2本同時と言ったら1日に2回自分に雷が落ちてくる。そんな人は世界中探してもいません。実際に調べてみてもプラグの故障なんていうのはほぼないと言っていいレベルで実例が見当たりませんでした。特にエンジンが回ってる時間の短いハイブリッド車、それでイグニッションコイルとかその他の添加部品も問題ないとすれば、考えられるのはエンジン本体のトラブルです。そう考えたときにラッシュアジャスターという部品が考えられます。これはエンジンが古くなってきても嫌な騒音を出さなかったり、吸気と排気というバランスを自動で整えてくれる部品。で、これがエンジンオイルの力で回ってるんですね。で、このエンジンオイルの管理がハイブリッド車って実は難しい。で、これが不具合を出して一時的にプラグが汚れて、かぶったという状態で走れなくなったと推測できます。ハイブリッド車のエンジンオイルは純ガソリン車に比べて劣化しやすい。この話は動画の一番最後におまけとして挟みます。で、自分で直さなかったんですね。やってもらっちゃったから本当の原因がねわからない。このあたりがハイブリッドの難しいところかな。ガソリン車だったらとりあえずは走れちゃう。回転数上げてれば走れちゃうんだけれども、ハイブリッドだからね自分でできないこと多くて、なかなか困りましたね。これ大きなトラブルで、あとはねこの辺、この鋳鉄、鋳物の部分見てほしいんだけれども、やっぱり走行距離少なくて普段実家に置きっぱなしなんで結構白い錆がね浮いてきてるのが目立つ。よく走ってる車とかこの辺換気通気性いいのでこうなりにくいという傾向は今までに感じています。これもね普段ボンネット開けたりしてもらってて走らなくてもしてるんだけれども、いろいろ考えてるんだけどあまり意味ないね。でやっぱりというかね、こういうとこのネジとかもメッキが薄い場所なんかは錆びてきちゃってますね。であともう一つちょっとこっち回ってもらっていい？後ろ行きます。であとはね12ボルトのバッテリー、よく指導用バッテリーと言われるね昔ながらの鉛バッテリーのハイブリッド用のバッテリーがこの辺についています。これが2回上がりました。で結局1回は新品に交換しましたね。3万円ぐらいのものです。じゃあここからはね自分運転しながらカメラ回して乗り味の話をしていきたいなと。主にねサスペンションとかサスペンションの周りのゴムブッシュの話とか、こういった部分のね新車からちょっと今までの劣化の部分の変化とか、なかなかね他じゃ聞けないような話ができると思います。あとそう、タイヤは新車から1回変えています。これは別動画でタイヤ変えたらどうなのかっていう話もね動画にしていますので、そっちもねできたら一緒によろしくお願いします。じゃあ行ってきます。
じゃあ行きますね。もうなんで行くって言ってんねんみたいな味だけどね。早く出ます。で、今日は田舎道の方に来てるので、田舎道走りながらかな。すごく気持ちがいい道で、今日はね、特別空いてるしね。実はね、今日お正月なんだ。お正月で、そう、車いないからね、周りね。じゃあまずはね、やっぱり車は劣化してます。人によっては分かんないだろうけど、人によっては気になるぐらいの変化はあって、でそれがいい方に効いてるところもあるっていうのはね、段階的にいきます。まず新車から、最初の車検3年目の車検丸の変化。新車の時ね、リアのサスペンションがパカパカ言っててね、この車は US カヤバっていう、一般的なトヨタのサスペンションって、そんなにね、あんまりそこにお金が使われてない傾向がある。ただこのカムリはそこがね、他のトヨタ車よりちょっとワンランクね、上ってのを感じていました。ただそれでもマサロの新車の時はずっとリアサスがパカパカしていて、カチャカチャ音も出すし、あんまりね、気持ちよくなかったっていうか、結構不快だったんですね。それが1回目の車検の時、ちょうど5000キロぐらいでした。その時にふと気づいたんですよね。その5000キロぐらい走って、あれ、リアサスペンション滑らかになったと。で、音もね、カチャカチャする音が消えて、リアシートに座っても、ああ、良くなったねって感じられるぐらい。そこね、すごく大きな変化でしたね。で、そこからの変化、何万キロ経ったかな。2、3000キロぐらい走る前にタイヤを変えました。で、その時はタイヤが悪いんじゃなくてね、この車とのマッチングで、ってね、これちょっと失敗したかなっていうタイヤになったんですね。で、目立った。その違いも目立って、あんま良くなかったかな。で、その後、いつからか、このゴムブッシュね、サスペンションの金属と金属の間に入っているゴムの部品、そのあたりの劣化がね、気づき始めました。具体的には、ちょっとしたこういう路面のね、ゴリゴリ感とかが強まった。多分ね、ゴムが硬くなってきて、乗り心地とかに影響してきてるんでしょうね。よくあります。で、自分は、ちょっとね、このゴムブッシュに関しては劣化した方が気持ちいいというところがあって、でそれと合わせて考えたいのがサスペンションの上下の動き。これ自体はね、やっぱり少しプカプカしてきましたね。で、動きにくいプラス動きやすいところがミックスされてくる。でね、やっぱりこれってどんな車でも起きてきます。7年ぐらい乗ってるとね。ただこれでこの辺の部品を新品に変えたらまた乗り味一旦戻るんだけれども、この状態ですごく気持ちがいいところもあったりするからちょっと考えちゃうっていうのも、ブッシュがね硬くなるということは、わずかなねゴムブッシュがたわんでタイヤが前後に少し動くようなところがあって、そこで初期の入力なんかをいなしてくれる、そういった役割なんですけれども、同時にねハンドリングにも効いてきます。これが硬くて動かない方がビシッとね細かい操作により反応してくれるようになる。もしくは若干ハンドルが重く感じられるようになる時もありますね。でこれによって今日はすごくね細かい操作に反応してくれる。でかつサスペンション自体がねちょっと上下に動きやすくなったこともあって、微妙に本当の1ミリでもね、今ぐらいのゆっくりした速度で走っていても微妙にこうピッとハンドルが効いてサスペンションがスッとねほんの1ミリぐらいこうストロークしてわずかにこうね内側が伸びる、外側が縮むっていうのが伝わってきて、すごい曲がってるねって姿勢がすごく分かりやすい。こういったあたりがね気持ちがいい。ここに関して言うと快適性は悪化しました。ただハンドリングは自分好みになったっていうところでね一長一短。
だから別にね今これを変えようとかはないですね。他の車とかでねやっぱりいろいろ試してるんで、ちょっとブッシュ柔らかくしてみたりとかね、そういったところからこの部品がこう作用してるんだなっていうのが、自分の頭の中にある。そこからの、推測を兼ねたなんていうのかな、見方で、やっぱりゴリゴリ感はちょっと増えましたね。簡単に言うとサスペンションが動きにくくなったとか、タイヤのゴムが劣化して硬くなったのと同じような変化とも言えなくはないです。でもどうでしょうね、いろんな部品が同じように年数をとって違うように劣化していくというのがね、なかなか難しいところ。今ねもしメンテナンスするんだったらどうだろうな、どっか一箇所だけね、例えばゴムブッシュだけ変えるとか、サスペンションの周りの重要なゴムだけ変えるとか、もしくは大事なショックアブソーバーだけ新品に変えるとか、一箇所だけ変えるとすごくねバランス崩す可能性が高い。これはだからおすすめしないね。同じように年数経過した車でどっか一つお金かけて、5万か10万でちょっとメンテナンスしたいとしたら、やんない方がいいかもしれない。そう、何かにお金使ってね車リフレッシュさせたいっていうのは分かりますけれども、じゃあちょっとタイヤ少しいいタイヤにしてみるとか、そういう方が当たりを引く可能性が高いかなと。ほんとね、いろんな部品がねこう綿密にこう作用をして、例えば縦に沈むバネの特性、タイヤのバネ定数っていうかバネの特性もありますし、サスペンションのバネの特性もある。あとシートはシートでシートのバネの特性があって、その減衰っていうのも関係してくる。めちゃくちゃね難しいね。だから自分が良ければいいんだけれどもね。で、あと同乗者とかでねちょっとブルブル感とか微振動、硬さが気になったらこういうねでも座布団でごまかす、これが一番。こんなのね多分1枚1000円か2000円ですから、そういう手がありますね。あとね、シートやハンドルの劣化っていうのは感じられないです。車によっては1000キロぐらい走ったところでね、運転席のシートが柔らかくなってる、ちょっと薄くなってきてシートの生地がたわんできてるとかもありますけれども、この車は今のところ大丈夫。あと普段実家にこの車を置いておいて、父親にたまに乗ってもらってるんだけれども、大事にしてくれててね、例えばこんなのはアホらしいでしょ。母親がこれ編んで、父親がねこれをつけて使ってる。なんならハンドルとかもタオルでこうやって運転したりするんですよね。アホみたいに気を使って乗っててくれてるから、こういう車と人間の接点、ここ自分がめちゃくちゃ気にしてるんでね、それを気にして周りが乗ってくれてて申し訳なくなっちゃうけど、ハンドルと手のグリップの感じとかすごくいいし、全然劣化感じられないね。もうこれで、この車ハンドル重いんだけれどもグリップがしっかりしてるからめちゃくちゃ運転しやすい。こういうのがなければ5年とか7年経ったらね一回ハンドル変えてもいい。自分が普段乗る車は結構頻繁にねハンドル変えます。このエアバッグ以外の部品で売っていて5万円ぐらいだと思うんですよね。でそんなに難しくなくて交換できるので、エアバッグ外してハンドル変えてエアバッグ付け直すぐらいの作業ですから、それですごくね新車の感じが復活する。もうサスペンションとかの劣化動向の前にね、人間と車の接点、こういったところを変える、これが一番ね乗り味に関わっていきます。このグリップ力と操舵の関係、ハンドリングの関係ってめちゃくちゃでかいんでね、力入れるべきか、こう軽く触って車の反応を感じながら切るか、対話ができるか、すごく大きいんでね。こういったところは普段の新車のレビューなんかでもこうだよっていうのは自分は普段からね意識して述べている、すごくね大事なところだと思う。車の煮詰め、その機能とかにねお金かかってる立派な車とかそういうのじゃなくて、見えないところでどれだけ人間の感覚に合わせて作り込まれた車かっていうのはね
めちゃくちゃ重要だと自分は思ってます。本当ね、目に見えないところだから、なかなかそれを言う人もいないし、なかなかそれが商品力として返ってくるかって言われたら、そうね、物をたくさん売るって考えたら違うだろうし、そしたらマス向けか車好きに向けた調整か、どこにお金使うかっていうのはね、ほんと車によって違う。で、同じプライスの中でもうほんとね、サービス残業をしてまで作られたでしょっていう車とかはね、自分すごくいいなって感じて、コメントをしてますので、またね、他の動画とか見ていただけると嬉しいです。せっかくなんで、ハイブリッド車は純ガソリン車と比較してエンジンオイルが傷みやすいといった話を続けます。エンジンオイルが傷む理由というのは、水が混ざったり、それからガソリンが混ざったり、これが大きくて、もうほんと一発でエンジンオイルをダメにしてしまうようなところです。エンジンオイルに水というのは混ざるんですけれども、高温になれば蒸発する。でもハイブリッド車は回ってる時間が短いので蒸発しにくい。そうすると乳化してしまう。で、あとガソリンが混ざるという部分で言ってもやっぱり温度。エンジンの温度が低い時に始動すれば燃料、ガソリンを濃くしてエンジンに回さなければならない。そうするとどうしてもエンジンオイルにガソリンが混ざりやすいといった状況ができてきます。そんなことを考えているとね、ハイブリッド車にラッシュアジャスターは必要かっていう疑問が頭をよぎります。エンジンの寿命を伸ばしてくれると言っても、そんなに回るものではない。むしろ3分の1ぐらい。で、エンジンの温度は上がりにくい。冷却水はエンジンを冷やすものではなくて、温度を保つための媒体として機能するぐらいのものですから、これどうなんでしょうかっていったところでね、何のためにつけてるのかっていう疑問は残りました。ということで今日の動画は以上になります。またどうぞよろしくお願いします。